こんにちは。お元気ですか？今日は12月の6日の土曜日ですね。前回の動画でね、今日はまだ暖かいですねみたいなことを言ってたんですけれども、その次の日ぐらいからね、急激に寒くなったなって思いました。ああ、もう冬が来ちゃったなっていうふうに今朝も思ったりしてたんですよね。ほんのちょっと前までは夏で、暑いわーなんて思ってたなーなんて今朝思ったんですけど、私の感覚的にはね、本当にほんのちょっと前まで、最近までは夏で暑い暑い言ってたんだけどなーっていう感覚です。やっぱね、年齢とともに年月が経つサイクルがね、その感覚的なサイクルがすごく早くなるっていうのはね、本当にこれはもう本当に本当だなっていうのをね、実感しまくってる感じでございます。なのでね、一日はそこそこ長いけど終わってみるとやっぱ一日短いっていうような感じになっちゃってて、もう毎日ね、生きてるっていうこと自体にね、あまりにももう慣れすぎちゃってるんでしょうね。生きてるっていうか毎日やってるサイクル、見ること、やること、ご飯食べるとか、なんか YouTube でなんか見るとか、買い物行くとか、こういう商品があって何々だとか、誰かとちょっと連絡取るとか、もうそういうのもね、あまりにももうすでに何百回何千回もしたことがあるっていう感じなので、もうルーチンがルーチンになって、ルーチンでもう感覚的に早く感じるのかなっていうのもありますね。あとはいろいろね、生物学的にいろいろ心拍数の変化に応じてその体感覚、時間の流れの感覚がとか、もういろんな説はあると思うんですけどもね、とにかく年齢とともに時間が経つのが早くなるっていうのはね、もう紛れもない事実だなっていうのは思ったりとかしてますね。そんな感じで今日も寒いななんて思っております。最近、そうですね、最近なんかふっとって思ったこととかはですね、何日か前にスーパーに行って、ちょっとお菓子買っちゃおうかなと思って、お菓子コーナーに行ったんですよね。そしたらね、今までと違う、ことで気づいたのは、外国菓子、輸入菓子が、棚に陳列されてたんですよね。っていうのも、輸入菓子って言ってもアメリカとかのお菓子だと普通に高くなっちゃうと思うんですけども、安く売るために東南アジア系の国からの輸入菓子とかなのかな。パッと見たらこの英字の表記のお菓子があったので、外国のお菓子が棚に陳列されてると思ってね、しかもちょっと安いなとか思って、クッキーとかビスケットとかチョコ菓子とかが2、3種類ぐらいバーンって置いてあったんですけど、だいたい120円から160円くらいの価格帯のものがいくつか置いてありましたね。安いな、これ中国製かなって思って手に取ってみたんですけれども、見たらですね、マレーシアとベトナムのものでしたね。私が見た限りのやつだとなんですけれども。なので、そっかと思って、最近もうお菓子とかもね、物価の値上がりとかがあるので、安い商品を棚に陳列させるためにも、ちょっと輸入のものをね、入れるようになったのかなっていうふうに思ったりしましたね。このお菓子とかもね、やっぱもう昔から馴染みのあるよく食べてるものとかもね、1.5 倍とかぐらいには普通になってますもんね。例えばポッキーとかトッポとかね、あとは板チョコとかね、そういうのって今まで100円とか100円より安い価格で結構買えましたよね。ポッキーとかのトッポとかね、だいたい80何円とかね、スーパーだと安くなってる時買えてた記憶もあるし、あとは板チョコですよね。明治とかガーナとか、そういうのってやっぱスーパーで普通に80何円とかで売ってましたよね。すごく安かったんですけども、でも今スーパーに行くと、そういうお菓子って150何円とかね、
だからまあ1.5倍以上とかにはなってるんですよね。税込みだと160円とかかな。だからコンビニとかだとね、明治とかガーナのチョコレート、板チョコはだいたい205円とかで売ってたかな、セブンイレブンとかで。だからコンビニで200円ちょっとで、スーパーだと150円くらいが今の板チョコの値段の相場ですよね。昔はね、スーパーに行けば80円くらいで買えちゃったものが、もうそんだけ高くなっちゃったんだなっていうふうに思いますね。もともと単価が安いものなので、100円のものがね150円になった、すごく1.5倍なので高く感じるけど、1000円のものが1500円になったとかね、それに比べたら全然いいかなっていうふうには思いますよね。だからお米なんてね、その最たるものではあるんですけどね。それでもね、この全体的に値上がりしてると、このお菓子1個買うのも例えばね、3回買ってたのを2回にするとかね、それくらいの回数は皆さん減らしてると思うんですよね。なのでね、スーパーもね買ってもらえるようにっていうことで、外国のちょっと安いお菓子を並べるようになったんだなって思うとね、なんかね、その変化にね、すごくなんていうのかな、今の2025年のね、このいろいろ物価高騰とかいろいろあったなんていうのかな、それがすごい形になって現存して物事が現れたなっていう気がしてね、なんかね、そこにね変な考えを覚えてしまいました。ベトナムとかマレーシアのお菓子とかがね、スーパーのね、普通のスーパーの棚に並んでるのを見るとね、ちょっと輸入菓子とかがいろいろ買えるお店とかで買うのは普通じゃないですか。カルディとかもねよく売ってますけれども、でもね、普通のスーパーでそういうのを売ってるっていうのが今の実情を表していて、ちょっと面白くもあり、ちょっぴり切ない気分にもなったりしました。買わなかったんですけどね、今度ちょっと一回外国菓子だっていう、そういうミーハーな気分でね買ってみたいななんていうふうにちょっと思ったりしました。海外旅行とか行った時もね、変にお土産のものとかを買うよりも、私結構現地のスーパーとかで現地の人が食べてるお菓子とかをね買うのが好きだったりとかするんですよ。こっちのお菓子ってこういう感じなんだみたいなね、食べてみたりするの楽しいじゃないですか。そういう気分で外国菓子を買うのも楽しいかなっていう風なこともちょっと思ったりしましたね。最近おって思ったのはそんなことかな。あとはそうだな、私自身のことなんですけれども、何日前だろう、3日前かな、3日前に朝パッて起きてズボンを履いたりとか、ちょっと着るものをね寝てた寝巻きから普通の普段の家着に着替える時に、あれって思ったのが、右手の親指の第一関節の部分がすごい痛くなってたんですよね。ちょこっと腫れてたりとかして、あれって思って、痛いぞと思って、何かをつかめないって思ったんですよ。だからズボンとか履く時に掴むのも痛くて、ようつかめんしみたいな。あと洗濯バサミとかもグッと手で握って開くのも痛くてできんし、ジップロックみたいなね、そういういわゆるフリーザーバッグみたいなチャック部分とかも掴んでビーってやるのも親指痛くてできないし、うわー、なんかこれめっちゃ親指使えないのって思った以上に不便だなとか思って、親指じゃなくて痛くなるんだったら小指だったらよかったのにとか思ったんですよ。で、朝起きた時、これってもしかしてよく言うか分かんないですけど、ネットで今までよく見てたんですけど、更年期の症状の一つとして指の関節とかがね腫れて痛くなっちゃうとかね、そういうのを結構読んだことがあって、それがついに自分も体験することになってしまったのかって思ったんですよね。答え合わせできないから、それが本当に更年期から来るものかどうかは分かんないんですけど、うわー、これは厄介なことになったって思ったんですよね。
でこれがもうずっと続くようだったら、これもやっぱちょっと病院とかね、もちろん更年期のその女性ホルモンとかが減ることによって起きてるその現象なのかどうかはまだ分かんないですけど、ちょっといろいろこう自分の体を観察したりとか、それが長く続くようであれば、いずれねちょっと病院に行くとか、そういうのもいつかは考えなきゃならなくなるかもななんて思いながら過ごしたんですね。でその日の夜にそうだそうだと思って、もしかしてこれが仮に更年期でこの女性ホルモンエストロゲンとかの分泌が減ったことによって起こっている障害であるというふうに仮定したのならば、いわゆるね大豆イソフラボン取っといた方がいいなって思ったんですよ。よく言うじゃないですか。エストロゲンと似たような作用というかね、効果を体の中で及ぼすその似ているのは大豆イソフラボンなので、エストロゲンとかが減ってきた時はそれを補う意味でちょっと大豆製品とかね取って大豆イソフラボンを摂取するといいよなんていうのは一般的によく言われてることじゃないですか。なのでそうだそうだと思って寝る前に豆乳ですね、すごい大豆っていう製品名の豆乳、豆乳っていうのかな、濃い、結構あれは豆乳の中でも濃いやつなんですけれども、そのすごい大豆が冷蔵庫の中にあったので、それをコップ一杯飲んでから眠りについたんですね。そしたら翌朝だいぶ親指が改善してたんですよ。普通に洗濯ばさみ挟めたりとか、普通に使える、ちょっとだけまだ若干ちょっと痛いかなっていう感じはあるんですけど、全然その前日に比べて普通に痛みとかも引いて、なんか治ったなとか思って、こんな一日で治るってあり得ると思って、昨日の夜寝る時には全然まだ痛かったのに一晩で治るって何これと思って、いやまさか本当に女性ホルモンエストロゲンが減ったことによって起こる関節の潤滑液みたいな不足だかそれがきっかけによる炎症とかで起こる関節痛だったのか、それがすごい大豆大豆イソフラボンの含有量が多いすごい大豆をいっぱい飲んだことによって本当にこんな一瞬で改善したのかなとか、にしても一瞬すぎん一晩すぎんとか思ったんですけど、でもどっちにしろ治ったんだからいいやと思って、別にね豆乳とかねを定期的に飲むぐらいなんてことないことだから、これがいい風に作用して治ったんかどうかは分からんけど、とりあえず豆乳製品とか大豆イソフラボン系大豆食品とかいつもよりもちょっと多めに意識して取ってみようかななんて思ったりしたんですよね。でその日のお昼になんとなく納豆を食べたんですよね。そしたらその後2時間後ぐらいにさらに親指が良くなってほぼ完治したんですよね。で別に自分でもこの納豆を食ったからって、しかもこんなに早く効くとかって薬でもねえしありえなくねって思ったんですけど、でももし本当に大豆製品食ったことがこんなに即効性があるんだったら、ちょっとマジでおもろいなって思ったんですよね。で、ぶっちゃけ何が要因かどうかなんかどうでもよくって治ればいいわけですよ。で別に大豆製品とかも普段から食ってるし、もしかして確かにたまたまその親指が痛くなった日とかはね、たまたま大豆製品をその日は取らなかったかもしれないんですよね、今から思うと。で私豆腐とか納豆とかねあとお味噌とかね好きなんで、結構普段から全然取ってるんで、豆乳とかもねなんやかんやで取ったりなんかにオートミールにかけて食べたりとかしてるんで、ちょっと豆乳取りすぎないようにしなきゃなって思うくらい結構普段から豆乳っていうか大豆製品ね取りすぎにならないようにはしなきゃなぐらいに普段の生活から普通に取っちゃってたんですよね。
だからそれがたまたまちょっと切れてたのかなって思ったりとかしてだからまあなんだろう、この親指が、親指に限らずですけど、そういう関節、指の関節とかがちょっと痛くなったり炎症したり腫れたりとかした場合は、ちょっと試しにね、この大豆イソフラボン系の食品をね、多めに取ってみたりしてみようかななんて思ったりとかしました。ちょっと今ね、体で実験中かな。別にね、すごく多く取ってるわけじゃないんですけど、大豆食品をね。もしこうまた親指がちょっと炎症を起こしたりとか、こうちょっと痛くなっちゃったら、すごい大豆をこうちょっと飲んでみたりとかして、いつもよりちょっと多めに大豆イソフラボン系の食品取ってみたりして、それで改善があるかどうかっていうのをちょっと観察しながらね、日々のその大豆食品の摂取量っていうのをね、だんだんそこからね、こう見出していこうかなっていうふうに思ってます。場合によっては今までよりもちょこっと多めに取っていくのがちょうどいいっていうね、この年代的にもそういうフェーズに入ったのかもしれないっていうふうに思ったりしましたよね。だってもし私がね、エストロゲンの分泌が減ってるのであれば、絶対に減ってるはずなんですけども、生理とかの周期が乱れたりとか経血量減ってるんで、なので減ってるっていう風に考えたらね、今までよりちょっと多めにね、大豆食品とっても問題ないというかね、いいんじゃないかなっていう気がしてきたので、今そんなことをね思ったりとかしたよっていう話ですね。でこういうふうにね、更年期の一つの症状として、この指とかのね関節が腫れるとかね、血行不良とか、その関節の関節の中の角膜の液体とかかな、そういう潤滑油的なのが減ったりとか、そのエストロゲンが減ることによって、そのホルモンってね、別にこのなんて言うんだろう、生殖器以外にもいろいろ体全体にすごく作用してる部分が多いので、それが原因でね、今回の関節痛、特に手の関節とかってね、更年期で起こる現象の一つとして言われているので、もしそれが原因なのであるならばと仮定した場合ですね、今回の親指が痛くなっちゃって、ちょっと親指の第一関節が腫れたんですけども、軽くで、その症状1日ぐらいでほぼ収まったんですけど、もしそれがエストロゲンが不足したことによって起こる更年期の症状の一つなのだとしたら、と仮定したら、それは私にとってね、もしかしたらこういい情報かもしれないってちょっと思ったんですよね。っていうのも、私ここ数ヶ月ね、結構肩こりとか首こりに悩んでて、ちょっと前の動画でも肩と首が痛いっていうサムネで出したと思うんですけども、それが更年期の症状の一つかもしれないなっていうのも思いつつ、やっぱりね、もう毎日パソコンにかかりっきりで、とにかく目とか肩とか、いろいろいわゆるデスクワーク的なものをやり尽くしている。しかも社会人だったら週に2日休みもあるけど、何気に休みなく毎日1年以上やり続けたっていう、それが原因なんじゃないかなっていうふうにね思ってて、ただその一部、もしかしたら更年期的なあれも少し関わってるかもなぐらいに思ってたんですよね。でももしこれが仮に結構な割合でその更年期でそのエストロゲンが減っていることによって、エストロゲンに限らず女性ホルモンですけどね、が減っていることによって起こっているっていうその要因の度合いが結構多かったとしたら、それって大豆食品たくさん食べれば治るかもしれなくねって思ったんですよね。そしたらめっちゃラッキーじゃないっていう風に思って、だからちょっとこれからね、今までより
ちょっと大豆食品を多めに摂るってありだなって思いました。もしくは特に食事であれこれ意識しなくとも、寝る前に豆乳一杯っていう習慣を毎日続けてみるだけで、もしかしたらちょっと違ってくるかもなって思いましたね。寝る前っていうタイミングとその豆乳一杯っていうね、特にすごい大豆っていう製品が私気に入ってるんで、やっぱそれはね、製品の内容的にもすごくいいものだと思うんで、ちょっとそれを続けて、ちょっとやる前やる後で肩こりとかがねどう変わるのかっていうのをちょっと検証してみようかなって思ったりしましたね。ちょっとすごい大豆がねもう今日あたり切れそうなんで、ちょっとスーパーに行かなきゃなっていう感じなんですけど、もしねそれで症状がね改善したりとかしたらね、またお知らせできたらいいなって思いますね。それ肩こりとか首こりとかがね少し良くなったりとかしたら、それでやっぱりねこの脳みそのね動きも良くなると思うんで、仕事の効率とかも良くなるだろうし、すごくそしたらいいなぁなんて思ったりしました。そんなことをね考えたりしてましたよ。それにしても今日寒い。今日もこの後コーヒー飲んじゃおうかななんて思ってるんですけれども、今の画面に出てる映像はね、多分2日前かな3日前かなのコーヒー飲んだ時に撮った映像ですね。あとなんか他に喋りたいことがあったような気がしたんですけど、ちょっと忘れちゃったな。もうね12月入っちゃいましたしね、寒くもなってきちゃいましたし、師走ってことで忙しく過ごされてる方も多いのかなっていうふうに思いますね。会社のお仕事とかもね、やっぱ年末っていうのは忙しくなってくるじゃないですか。決算期っていうのもありますし、季節柄お正月休みに入る前にね、いろいろ取引先とかね、そういうのとなんとかをなんとかしとかなきゃなんないとかね、いろいろそれまでになんかしなきゃなんないとかね、そういうのもあったりするし、今年中にこれは片しとかなきゃなんないとかね、そういうのもいろいろありますし、皆さん忙しく過ごされているかと思いますが、年末ちゃんと休めるように、そこまで今忙しいけど頑張って走り抜けようみたいなね、そういう時期なのかなって思ったりしますね。そういうふうにね、目の前の忙しさでね毎日わーってやってると、あっという間に今年も終わっちゃうっていう感じになるんだろうなって思いました。もうね、なんか年明け、どんな年明けになるんだろうっていうのをね、もう頭でイメージたまにしちゃうくらいのね時期に入ってきましたよね。イメージしちゃうっていうかね、本当に毎年変わんないですけど、特に私はお正月だからといっておせちとかも食べないし、お餅とかお雑煮とかも食べないし、作るのがめんどくさいから特にしないので、ただね年越しそばぐらいは食べますね。年越しそばっていうかね、そばって普段でもたまに結構定期的に食べるので、だから別に特別なことじゃないから、せっかくだから大晦日はおそば食べるとかね、そんな感じですね。で特にね私はいつも通りぼっちで毎年過ごしておりますので特に何もすることがないけど、でもねこの年が新しい年に変わるとかね、年末とか今年1年を振り返る新しい年にね思いを馳せたりとか、この1年の抱負を考えるとかね、そういう区切りをねちゃんとある程度つけるっていうのはね大事だと思うので、なんか一人でじっとなんか考えたりっていうかね、すぐ飽きちゃって YouTube とか見ちゃうと思うんですけどなんか今年1年はこうだったなとか、
こう来年はこうしようかなとかね、そういうのをね考えていきたいなって思ったりとかしました。ということでそんな感じで、それではまた。